皆さん、こんにちは。心理カウンセラーの佐藤志人です。本日も動画をご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。今日はですね、こちら、言葉のマジックっていうタイトルで動画を撮ってみようと思います。時々ですね、私が Facebook に思考パターンというね、名前をつけて時々投稿していますけどもね、この思考パターンについて、今日は動画でご紹介できればと思っております。じゃあどうしてね、この動画を撮ってみようと思ったかっていうきっかけなんですけども、先日私、楽天シニア様のところで、おかげさまでセミナーを開くことができました。約500名様お集まりいただきまして、本当に嬉しい限りでございました。そのすべてを動画で再現することはなかなか難しいんですけれども、ポイントというところをね、5分、6分ぐらいの動画にして、今日皆様にもお伝えできればと思った次第でございます。その前にね、ちょっとこちらご覧になってください。さあ、マザー・テレサの言葉です。マザー・テレサがね、このような言葉を残しています。言葉に気をつけなさい。それはいつか行動になるから。さあ、どうでしょう、これ皆さん聞いたことございますか？普段ね、何気なく私たちいろんな言葉を使ってますけども、当然この使う言葉が行動になっていきますよね。積極的な言葉を使っていれば、積極的な行動になっていきます。消極的な言葉を使っていれば、消極的な行動になっていきます。そしてこのマザー・テレサね、続きがあるんですね。行動に気をつけなさい。行動はいつか習慣になるから。習慣に気をつけなさい。いつかそれは性格になるから。性格に気をつけなさい。性格はいつか運命になるから。ということはですね、普段私たちがどういう言葉を使っているのか、大元のね、この言葉遣いというところから考えてみようと思います。さあ、あんまりね、あれこれ言ってもなんですからね、じゃあ早速、体感ワークにご参加いただければと思います。よろしいでしょうか。今から私がある言葉を申し上げます。さあ、その言葉を聞いて、どういう場面がイメージできるのか、またご自分の体がどんな風な反応を示すのか、それをぜひね、感じ取っていただきたいんですね。全部で2つ申し上げます。じゃあ1つ目いきますよ。1つ目。目をつぶった方がね、イメージしやすい方は目をつぶってもいいですよ。軽くつぶってもいいし、ぎゅーってつぶってもいいです。さあ、では一つ目の言葉申し上げます。喧嘩したくないなぁ。喧嘩したくないなぁ。さあ、ぜひ皆さんもね、何回かつぶやいてみてください。さあ、どうでしょう。今ね、頭の中にね、どういう場面がイメージできて、またご自分の体がどういうふうな反応を感じたのか、いかがですか？できればね、メモしてみてください。さあ、では2つ目いきますよ。ちょっとその前にじゃあちょっとね、頭の中リセットしましょう。一回、ふーって大きく息を吐いてください。もう一回、ふーって息を吐いて。何回かこうね、肩の上げ下げしてみましょう。はい、さあ、頭の中ね、リセットできましたかね。では、2つ目いきますよ。今から私がある言葉を言います。その言葉を聞いて、ご自分の頭の中に何かしら場面がイメージできたり、体が感じたり反応したり、そういったものをぜひね、感じ取ってみてください。申し上げますよ。仲良くしたいな、仲良くしたいな。さあ、皆さんも実際つぶやいてみてください。仲良くしたいな、仲良くしたいな。さあ、いかがですか？今ね、どういう場面がイメージできたでしょうか？また、ご自分の体がどういう反応を示したでしょうか？さあ、ではこちらね、ボードをご覧になってください。一番最初にね、お伝えした言葉、これ、喧嘩したくないなでした。二つ目、仲良くしたいなでした。多分ね、一つ目の方は、何かこう、誰かと喧嘩をしようとしていたり、なんかこう、ぎゅーっと体がね、縮こまるような感じだったと思うんですよ。これ当然個人差ありますけどもね、おおむね
なんかこう、喧嘩ってこの言葉がどうしても頭に引っかかりますから、なんかこう、あんまりいい場面ではなかったり、ぎゅーってね、縮こまるような感じだったと思うんですよ。じゃあ2つ目。仲良くしたいなっていうのは、当然この仲良くっていう言葉が脳に残っていきますから、こう穏やかな場面だったり、仲良くしている場面、ね、体自身もですね、なんかこうリラックスしたような感じだったと思うんですね。さあ、これ1つ目と2つ目、どちらもね、似たような言葉ですよね。では、思考パターンで考えてみると、どうでしょう。1つ目の言い方を問題回避型と言います。問題回避型。特徴としてはね、喧嘩とか不合格とか失敗とかミスとか、起きたら困るよっていう問題点をまず指摘するんですね。で、これまず挙げた後で、嫌ですとか困ります、またはダメです、してはいけませんよっていうふうに、もう一度これ回避する言い方になるんですよ。問題点を指摘して、もう一回否定します。イメージとしてはね、二重否定のような感じになるんでしょうね。文法で言いますと肯定した言い方になります。ですからこれね、喧嘩したくないなっていうのと仲良くしたいな、どちらも似たような意味になりますけども、言葉で思考パターンで分けてみると、丸1の言い方を問題回避型と言います。そして丸2の言い方、目的思考型と言います。仲良くとか合格、成功する、うまくいくのように、望ましい状態、目指す状態をまず、口にするわけですよ。で、それを志していくっていう言葉ですから、〇〇がいいな、〇〇が欲しいな、〇〇しようよっていう方になります。さあ、この思考パターンですけどもね、どちらも一長一短があります。どちらが絶対的にいいよっていうものではありません。この問題解決の場合はね、安定思考型とか、着実に進んでいくっていうイメージがありますし、あとは危機管理能力、ね、これ問題点を見つけるのが得意ですから、危機管理能力が高い人っていう方などもできると思います。そして目的思考型の場合は、目的に向かっていくぞーって感じ。スピード感なんかもあるイメージがありますね。さあ、ただね、これ皆さん考えてみてください。第1回のテーマは、体を縛る言葉はどっちっていうのがテーマに掲げてみました。さあ、問題回避型と目的思考型。どちらの言葉の方が皆さん、なんか体がギューッとしましたか？多分こちら問題回避型の方だったと思うんですよ。そうしますとね、これ自律神経で言うと、問題回避型は交感神経にスイッチが入る言い方になります。これ交感神経というのは昼間の状態ですよね。で、こちら目的思考型の場合はリラックスできたと思うんですよ。そうしますと、自律神経で言うと、副交感神経にスイッチが入る言い方になります。これすごく、うん、意外な感じしますよね。問題回避型の方が安定思考や安全思考なので、リラックスできるような感じするんですけども、実は体の反応は交感神経にスイッチが入ります。で、逆にこの目的思考型はイケイケのイメージがありますが、自律神経でいうと副交感神経にスイッチが入ります。ここ結構ね、皆さんね、気づいてない方多いと思うんですよ。さあ、そうしますとね、私、心理カウンセラーしてるんですけども、夜なかなか眠れませんよっていうクライアントさんお越しになった時には、布団の中でじゃあ夜ね、どういう言葉つぶやいてるんですかと伺うことがあります。さあ、そうしますとね、ほとんどの方がこちら、丸一のような言い方を頭の中でつぶやいてるわけですよ。〇〇は嫌だな、こういうこと明日起きたら嫌だな、まだこれができてないな、どうしよう、困ったな、こんな感じですかね。さあ、そうしますとね、少なくとも自分の体をリラックスさせたいときには、目的思考型の言葉を使ったらどうですかっていうことなんですね。さあ、今日第1回ですけどもね、自分の体を縛る言葉はどっちっていうテーマで、ここまでお伝えしてきました。最後までご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。失礼いたします。